皆さんこんにちは、フォトシンです。ちょっとね、動画が空いておりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。1ヶ月ね、桜のシーズンということでね、本当にバタバタといろんなところでね、撮影をね、私もしておりましたが、今年は本当にね、桜が早くって、10日から2週間ぐらい早かったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、なかなかね、忙しかったですね。皆さんはしっかりと撮影できましたでしょうか。今回はですね、タイトルにもありますように、2026年の桜の写真、考えたこと、葛藤などいろいろというね、ちょっとそんな感じでね、作品をお見せしながらお話をしていきたいなと思っております。本当にね、たくさん撮影したんでね、全部選びきれないんですけど、ちょっとね、こう、爽やかな優しいものをですね、中心に、紹介できればなっていうふうにね、思っております。あと、新緑のフォトツアーもですね、予約開始になっておりますけれども、まだね、少し空きがあるようですので、興味のある方はぜひね、概要欄の方をチェックしていただければと思います。じゃあ、早速ですね、桜の写真を、10点ほどですかね、紹介していければと思いますので、早速スタートしていきたいと思います。それではまず1枚目がこちらになります。桜と新緑の柳のね、組み合わせの1枚になります。この時期っていうのはですね、桜も綺麗ですし、新緑の柳っていうのもですね、非常に綺麗な時期になります。で、私もね、毎年この新緑の柳がね、すごく好きなので、撮影してるんですけれども、結構ね、桜のタイミングとね、ガッチャンコしてしまうんですよね。なので、新緑の柳をこう撮影しまくっているとね、桜をね、ちょっと取りこぼすようなね、シーンがあったりするので、だったらもうどっちもあるところで撮ればいいじゃないかというところでね、そんなポイントで撮影をね、しています。で、やっぱり桜っていうのはですね、持って1週間ぐらいでね、散ってしまったり、またはもっと早く散ってしまうこともね、あったりしますよね。非常に限られた、瞬間に見せるこの美しさ、そしてこの緑のね、柳っていうのも、本当に淡い緑って一瞬で、1週間もするとかなりこってりとした緑になってしまうんですよね。なので、両者ともね、やっぱりこうシーズナブルというか、限られた中で、一緒に存在するというところでは、すごくね、両者とも儚い存在というところで、そんなことをですね、感じながら、両者をね、交えています。で、この2つでもですね、枝の感じだとかもすごく、素敵だったので、良かったんですけれども、何かもう一つ要素があったら、深みが出るんじゃないかなとはね、思っていました。で、その時ね、ちょうど鳥がね、辺りをね、飛んでいて、ピヨピヨ言ってたんですけれども、このムクドリっていうのがですね、実は言うと、桜の木に止まったり、柳の木に止まったりね、していました。で、できればこの、ムクドリをね、が止まってる瞬間に撮れたらいいのかなと思ったので、それがね、ちょうど止まったタイミングでね、撮影をしました。どこにいるのっていうところなんですが、柳のね、木の、ちょっと右上のあたりにですね、止まっています。この中には2羽実は言うとね、止まっています。で、このムクドリっていうのもですね、実は言うとこう渡り鳥なので、寒い時期っていうのはもうちょっと南の方で、過ごして越冬して、で、また春が来るとちょっとこう北というかね、上の方に上がってきて、過ごすというようなね、そんな渡り鳥っていうところも、この桜も柳もそうなんですけれども、ちょっとこうシーズナブルというかね、その限られた時間に存在しているものという、存在なので、それをね、先ほどの桜と柳、その間に、差し込んでいるっていうね、状態になっています。このムクドリに関しては非常にちっちゃいのでわからないんですけど、よく見るといるっていうね、そういったところも私はね、ちょっとこう趣深いなというふうにね、感じたので、このようにしてね、撮っています。なので、こう要素がですね、少なければ少ないほど、分かりやすくはなるんですけど、3つとか、また4つとかね、多ければいいってものではないんですけれども、ちょっとそういったものをですね、付加すると、なんとなくこう深みが出たりとか、面白みがね、純粋に湧いたりもしますので、そういった感じで組み合わせていくのがね、いいのかなというふうに思って、今回ね、このように構成しました。続いて2つ目は山桜の写真になります。これは雨が降っている中でですね、撮影したものなんですけれども、こう雨が降ってね、ちょっとこう潤ってくると、もやがね、発生したりするんですけれども、ちょうどね、こう山の上の方に行くに従ってね、綺麗にこうグラデーションのような形で、雲が入り込んでいて、そんなところをね、撮影しています。で、この時期のね、ちょっと早い時期の山桜っていうのは、結構ね、色が出しにくいっていうところで、山桜ってそんなに真っピンクっていうわけではなくて、どっちかっていうとちょっとこう白いというか、ピンクなんだけど、ちょっと白っぽいピンクなんですよね。で、まだ新緑の緑がない状態だと、結構こう枝がね、茶色色
してたりするので、割とこの茶色色と桜のね、色っていうのがね、同系色みたいな形で埋もれちゃいやすいんですよね。で、雨が降ると割とこう桜の、ピンクがね、こう浮き出てきてくれて、すごくね、こう分かりやすくなって純粋に綺麗に見えるんですけれども、やっぱりこう雨の時に撮る山桜っていうのがね、私は好きですね。で、こう山桜って形が非常にこう丸みを帯びているというか、すごくこう見ていて優しい気持ちをね、抱くというかね、そんなところもね、非常に好きなんですけれども、この写真の中にはね、それと真逆の性質を持つ、杉の木っていうのがね、入っていますね。杉の木はね、割とこうとんがったソリッドな形をしているので、この桜のシルエットとね、ちょっとこう真逆の性質を持つ、それが、一緒にこう入り込んでいるというところでね、絶妙なこうリズムというか、調和を生んでいるなというところで、そんなところもね、ちょっと気に入っている部分ではありました。で、ボトムのね、下の方にですね、ススキ、枯れたススキをね、入れているんですけれども、これも一昨年から、続いている植物の姿っていうところで、あえて入れ込んだというところなんですけれども、もちろん、写真としてのバランスを取る、というところ、重みを安定させるといったところもあるんですが、何かね、一つ一つの被写体に流れる時間みたいなものをですね、ちょっとこの一枚の中に入れ込めたらなっていうので入れています。本当にね、山桜っていうのはね、すごく綺麗でですね、特に雨が降った後っていうのは、素晴らしいので、もやがね、出ると、上にかけてのグラデーションなんかとね、一緒に合わせると非常にこう幻想的に見えるので、そういった日にね、狙うといいのかなと思います。ちょっとね、これはね、上までの奥行き感を出したかったので、縦位置の構図で撮影した、そんなね、一枚になります。続いて3つ目はこちらの写真になります。なんか最初淡い写真とか言ってたんですけど、めっちゃ暗いですね。すいません。でもちょっとこれをね、紹介させていただきます。桜のね、花びらですかね。まだつぼみのものがあったり、ちょっと咲き始めみたいなね、そんな瞬間をね、撮ったものになります。このね、上にはね、非常に立派なね、桜の姿っていうのがあったんですけど、あえてね、ちょっとこのスモールなところが気に入ったので、撮影をしていますが、やっぱり桜の撮影してるとね、もう緑の新緑のシーズンがね、感じられる瞬間っていうのがですね、あります。山の中にも緑がね、もうだいぶ芽吹いてきたりとか、するとこで、本当にこう季節の移ろいって早いなっていうのをですね、感じます。で、それをね、ちょっと写真として表現しようかなっていうところで、あったんですけれども、この小さいね、このつぼみだとか、花が咲いていく瞬間の背後に、その、これから来る新緑のシーズンをね、こう暗示するような、そんなものとしてね、ちょっとこう筆でさっと描いたような、そんな緑をね、差し込んで重ねて撮っています。で、純粋に背景が黒くても、このピンクっていうのはね、綺麗に見えるんですけれども、やっぱりこの緑が、背景にあることによって、よりね、このピンクの美しさっていうのが引き出せるんじゃないかなというふうにね、思っています。で、その季節が移ろっていくっていうね、この桜っていうシーズンが終わって緑のシーズンになるっていうね、終わりがあって次が始まるっていうね、そのこと事象がですね、またこのピンクの、美しさをね、強調してくれるというようなね、感じもしましたので、あえてね、そんなところで重ねて入れています。で、この後ろの緑は何の緑っていうところなんですけれども、これ実は言うと後ろにあった桜の木にですね、苔が蒸してたんですけれども、その苔にね、サイド光で太陽の光がね、朝日が当たっていて、それがね、輝いてたんですよね。でそれをね、ぼかすとこんな感じで、立てて筆をね、プスッと描いたような感じになるので、それをね、重ねて入れているというところですね。このね、さっと描いた緑の中には実は言うといろんな思いというかね、これから来る新緑のシーズンの姿だったりだとか、あとはこのピンクを引き立てるものだったりとか、季節が移ろうことによって、感じられる儚さだったり、そういうものから湧いてくる美しさっていうものをですね、ちょっとこの緑を使って表現したというところですね。続いて4枚目はこちらになります。これもですね、季節の移ろいっていうところですね、感じながら撮ったもので、山桜になります。で、これはですね、雨降った後の朝ですね、翌朝の濃霧のね、瞬間で、山の中をね、流動的にこう霧がね、移動してくるんですけれども、そこでね、ちょっとこう、薄くなる瞬間があるんですけど、そのスポットがね、桜のところに重なった瞬間に撮ったっていうね、ものになります。なんでね、こんな左下に追いやってるんだ、みたいなね、ところもあるんですけれども、これはですね、実は言うと、左下のこの桜が見えているところと、この霧の世界にね、潜んでいる、存在の対比になっています。で、
この霧の世界って真っ白じゃなくて、実はね、この内部によく見ると緑の、樹木の姿っていうのがね、ちょっと見えるんですね。これが、これから来る新緑のシーズンをね、こう感じさせるというか、はっきり見せていないんだけど、確実にやってくるであろう、その、瞬間っていうものをですね、ちょっと感じさせるようなものになっています。非常にこうシンプルで、パッとしない、瞬間なんですけれども、実際に私が見てるときはこの霧がどいて緑の瞬間が来てっていうのね、それがね何回も繰り返されるんですけれども、それを一枚の写真としてどう表現しようってなったときには、この霧の中に若干緑が見えるか見えないかぐらいの、そこをですね狙っていくっていうところがですね、この撮影でちょっと難しかったところであり、ちょっとこだわったところだったかなというふうに思います。本当にね、この山の中ではもう残りわずかな山桜だったんですよね。でも結構ね、いい状態で残っていたんで、良かったんですけれども、これはね、そんなにパッとした一枚ではないんですけれども、そんな感じでね、潜んでいる緑の姿っていうのをですね、ちょっとこう感じてもらえたら嬉しいなっていう、そんな一枚になっています。続いてはこちらになります。ちょっとね、爽やかな一枚になるんですけれども、大きい桜の木と、ちょっとね、左下に小さな建物があって、タワーのようにね、見えるものがあります。それのね、こう対比というかね、構成で撮影したものになります。このタワーのようにね、見えているものっていうのは、火の見櫓と呼ばれるもので、火事があった時に、こう村とかでですね、火事があったぞっていうのをカンカンカンって言って叩いて、鐘を叩いて知らせる、そんなね、ものになります。古くは江戸時代とか、そういった長い歴史があるもので、結構今でも普通に残っているものになります。ただね、最近は放送とかで、こう知らせることがね、多くなってきてると思うので、使わなくなってきて老朽化がめちゃくちゃ進んで、倒れたりするっていうね、リスクもあるので、撤去されたりしている、そんなものでもあります。で、純粋にこれがね、今の時代も残ってるって、結構、すごいことというかね、珍しいことじゃないかなっていうふうにね、私自身ね、感じています。で、実際に使われていないのに残っているっていうね、状態のものもね、結構あったりしますので、自分も幼い時に家の近くに普通にあってですね、いたずらで登ったりして遊んだこともありましたし、ただ火事があった時に鳴らされたっていうのはね、見たことはなかったですね。何かの集合場所になっていたりとか、そんなようなね、ちょっとね、こう思い出の中に残っているような、そういったね、ものでもね、あります。で、やっぱりこう村とかをですね、こう守ってきた、そういった、ものでもありますし、純粋にあとはその桜っていうものもですね、この村の、平和だったり、そういったものをね、願って植えられたものだったりしますので、そういったもの同士をね、ちょっと組み合わせて撮ってみようかなっていうのをですね、このようにね、してみました。これはそんなにこう桜の美しさっていうものをですね、伝えるというところよりは、少しこう意味的なところをですね、表現できたらなっていうところで、この火の見櫓と、あとはこの桜の木、両者がこう、村を見守ってきたというね、そういった存在ということで組み合わせたっていうね、一枚になっています。続いては桜を撮るにあたっての葛藤みたいなね、そんなところをね、写真をお見せしながらお話ししていきたいなというふうに思っています。まずはですね、こちらお寺でね、撮影した一枚なんですけれども、非常に風が強い日で、まだね、桜が咲き始めて間もなかった頃だったと思うんですけれども、こんなに風強かったらすぐに散っちゃうだろうなって思いながら、ヒヤヒヤしたね、ところだったんですけど、せっかく風が強かったのでね、もう木々たちも生きているかのような暴れ狂った姿だったので、それを純粋に表現しようということで、ちょっとスローシャッターでね、撮影をしました。まるでね、こう儀式的なものがね、行われているかのようなね、そんなようなね、光景にも見えたので、それをね、ちょっとこう風と交えてね、この桜の木々たちが何かを催しているような、そんなところをですね、イメージして撮ったというものになります。で、その葛藤みたいなとこなんですけれどもね、お寺とか神社とか、で撮影するときっていうのは、結構桜の木っていうのがですね、こんな感じで、いわゆるそのかっこいい姿をしているものっていうのがですね、非常に多いんですね。本当にその辺の公園とかにあるソメイヨシノとかと比べると、全然桁違いに、この樹齢が長いね、桜があったりだとか、しだれ桜があったりするので、ビジュアル的にものすごいインパクトがあるんですよね。で、純粋にそれに惹かれて綺麗だなって思って撮るのもね、自分の中でもやったりするんですけれども、なんか今自分が足を踏み入れているその神聖なそのお墓とかね、そういう場所で、なんか上だけ見て撮ってるのが非常にこうモヤモヤするというか、なので、多分自分は山桜が好きっていうのは、そういったことを一切抜きにして、その桜の姿を見れるっていうところがあるん
のかなと思ったりもするんですけど、そういったね、ちょっとお寺とか神社とかで撮るときっていうのは、なんとなくこうもやつく時があったりするのがね、正直な気持ちです。それはなぜかというと、やっぱりこうお墓とかね、お寺とかに植えられた桜っていうのは、その先祖様に対しての供養の思いだったりとか、もちろんその、参拝者さんへの、気持ちとかね、そういったところから植えられたっていうのもね、あったりするんですけど、こうルーツを考えたりしていくと、なんとなく、この表現で合ってるのかなって思う瞬間がやっぱあるんですよね。なので、まだね、自分の中では消化しきれていない部分が正直あるので、また来年以降はね、ちょっとね、いろんな方法で、撮ってみてもいいのかなと思うんですけど、そのルーツをいかにこう表現するのかっていうところをですね、ちょっと次の課題なのかなと私自身ね、感じたりしていました。お墓とかで撮るとき、やっぱりこうデリケートな被写体だというふうにね、私自身思っていて、何々家とかね、普通に、書いてあるじゃないですか。それをね、ドカーンと撮って表現するっていうのは、ちょっとやりすぎなのかなっていうふうに思ったりしますので、これ墓石なんだろうなっていうのをですね、さりげなく理解してもらえるような形で、捉えながら、それを包み込むかのような、そのね、ご先祖様に対して優しく包み込むような、そんな感じで表現をするっていうのがですね、いいのかなと思って、こんな感じでね、ちょっと表現しているんですけれども、この下にはね、もちろん何々家って書いてあるね、墓石っていうものがあるんですけれども、その上のね、頭の部分だけちょっとね、お借りして撮ったというところになります。これでも十分、お墓っていうのはですね、伝わるんですけど、ちょっと控えめに、その墓石の存在を伝えるというね、表現にしています。もう一つは、こんな感じで菜の花の、畑の上に大きいしだれ桜があって、実は言うとこの後ろ側にね、お墓が、墓地がね、あるんですけれども、やっぱりその墓地のボリュームたくさん入れすぎると、それがちょっとこう強調されすぎちゃうっていうところで、もちろんそれを伝えたいんですけれども、一番はやっぱりこの美しい桜っていうのをですね、前面に出して、その中にひっそりと下の方にですね、実は言うとお墓の墓石がね、あるんですけれども、ちょっとこれぐらいに留めておくのが、私の中では一番の正解なのかなってこの時はね感じておりました。お墓をね撮ったりすることってこれまでもずっとやってきて、あんまりこう世の中に出したりとかっていうのはねしにくい被写体でもあるんですけど、でも自分はねすごくお墓に植えられてる桜ってすごく好きで、その人の気持ちですかね、昔の方って、今ももちろんそうかもしれないんですけど、こんなにこう先祖様に対して、温かい気持ちというかね、供養の気持ちとかそういったものを大事にしていたんだなっていうのが、この今の桜の木の形となってね現れているっていうのがものすごくその美しさであって、もちろんそのビジュアル的に美しいんだけど、その事象がなんか美しいなっていうのをですね感じて、それをやっぱり写真としても残していきたいなっていうのをですね感じて、いるところで、何気なくねこうお墓とかお寺とかにある桜なんですけど、もちろんかっこいいし綺麗なんだけど、もうちょっとその本来のルーツというかそういったものも何かこう写真として表現、してみたいなっていうのをですね、改めて感じた、そんな、瞬間でした。ちょっともやもやをね感じながら、撮ってたりする、毎年そうなんですけどね、なので山桜に逃げるっていうわけでもないんですけれども、山桜が好きな理由は何も考えなくていいっていうのがね正直言うとあったりするので、でもやっぱりこの日本の美しさ、日本の文化の美しさであるっていうところもあるので、それもねちょっと今後表現していきたいなというふうにね思っています。そんなところでちょっとね今回、紹介をねさせていただきました。残すとこあと2つとなりました。こちらは菜の花の上にですね生きる桜の木の姿っていうね、そんなところをね撮影しています。でご覧の通り、桜の木なんですけれども、もう幹がねかなりペロッとめくれていたり、上部のところは折れてしまってね枯れているようなところもね見受けられるかなと思います。純粋にこの状態でですね、なんとか咲いているというところにですね、惹かれたっていうところもありますし、それをね下から全力でサポートするような、鮮やかなね優しい菜の花の、美しさ、そのね両者の関係性っていうところで撮影をねしています。でこの幹のところを見ていただくと、支柱と呼ばれるね、支えになるものがねこう立てかけてねあるんですね。でこの桜を撮るときにこの支柱をね、嫌がるというか邪魔に思ってねかわしたり、したくなるっていうこともね、あると思うんですけれど、私もね昔はねそうでしたね。ただ今は割とこうなんでしょうね、この支柱自体が人のね、思いというか、この桜の木を
なんとかこう生き延びてもらいたいっていう、そういった気持ちの表れでもありますので、最近は割と積極的に、入れるようにね、しています。まあね、こうやって支柱も立てかけてあるんだけど、どうしてももう、老朽化には、耐えられなかったのかなっていう感じもしますし、まあこれから雨季になっていって、雨が降ってジメジメして、腐っていってね、もしかしたら来年見れない可能性もありますので、そういったところもね、感じながらね、ちょっと撮ったというところですね。で、この日はね、野焼きがすごく、いろんなところで行われていて、風に乗ってね、流れて漂っていたんですけれども、まあそのね、木の、後ろのね、村があるんですが、そこにね、こう、もやがね、漂っているというね、野焼きのもやが漂っているような状態です。で、よく見るとね、向こうにね、こう、人の暮らしがわかるような、民家がね、うっすらと見えていたりもするんですけれども、パッと見はね、わかんないんだけど、よく見るとそういったものもあったりするので、その辺もね、割とこう気に入っている、ところでね、ありました。また来年もね、見れることをですね、願いながら、まあそんなようなことを感じながらね、撮った一枚でした。それでは最後の一枚がこちらになります。ようやくね、優しい感じのね、写真なんですけれども、これはですね、春の、終わり頃に撮影したもので、実はね、家から数分のところにある公園で撮った一枚です。まあそんなこともあってね、ちょっと思い出に残った一枚ということでね、紹介しようかなと思ったんですけれども、一本のね、ポツンとした桜に、周りにもね、桜があるんですけれども、それがね、こう包み込むような形になっていたので、純粋にそちらを撮っています。で、ちょうど朝ね、早朝、これは5時半から6時ぐらいの、時間でね、撮影してるんですけども、後ろから、朝日が昇ってくるね、暖かい光を背に受けながら、咲いている桜の姿っていうのをですね、撮っているところです。この1ヶ月間ね、いろんなところでいろんな桜をね、見てきたんですけれども、やっぱりこう強く感じたのは、まあ、桜ってどこのね、桜も、共通して美しいんですけれども、その植えられた、こう、なんか過程みたいなね、ルーツみたいなものをね、一個一個見てたりするとね、結構ね、面白く、見えました。まあ、先ほど言ったお墓とか神社、お寺っていうのは、まあ、ご先祖様への供養の思いとか、まあ、そういった神聖な、目的としてね、植えられたりしていますけれども、まあ、公園とかだと割と人が集まってきてほしいとか、河川敷もそうですね。あとは民家だと、結婚祝いに、植えたっていうね、農家さんもいらっしゃいましたし、まあ、純粋に園芸用として植えたりとか、そういったまあ四季を感じるために植えたりとかね、いろんな理由で桜って植えられている、まあ、そういったことがね、割とこう、面白いなっていうのをですね、感じたりしていました。で、最後はまあ、公園のね、単なる人工的に植えられた桜なんですけれども、なんとなくこういった素敵な文化とかね、もう桜って本当に日本を象徴する文化そのものだと思っていますので、そういったものがこれからもですね、人々の、生きる生活の中でこう根付いていってほしいな、まあ、絶対根付いていくと思うんですけれども、なのでまあこの一本の、ポツンと立ってる桜にはね、ちょっとこうある種祈りのようなね、思いというか、そんなものを込めて、撮った一枚ですね。ということで、これからゴールデンウィーク皆さんね、撮影に出かけると思いますが、気をつけて、撮影をね、してきてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。